wrench in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということで、このバスを手に入れた。それではですね、キャンピングカーの方もだいぶ出来上がってまいりましてって、そんなに進んでないね、前の旅からね。頑張ってやってんけどね、なかなか進みませんね、忙しくて。でもまあちょっと次の旅に出かけようということで、最寄りのインターから高速に乗って北へ向かいます。理想の1台を求め、このバスを手に入れてから季節は流れ、たくさんの時間をこの DIY に注ぎ込んできました。ソーラーパネルを乗せ、大容量のバッテリーを組み、快適なベッドを作り、キッチンで料理ができるようにし、いつでもシャワーが浴びられるように考えました。そしてああしたいこうしたいという思いを一つ一つ形にしてきました。しかし机上の計算とは現実は違う。本当にこの城は過酷な旅の相棒となり得るのだろうか。そこで今回少し長めの旅に出て、この手で作り上げた城の実力を徹底的に検証してみたいと思います。毎日車で寝て、車でご飯を作り、当たり前のように電気を使う。時には雨に降られ、一日中車内でパソコン作業をしてみる。それはこれから私たちが旅先で送るであろうごく普通の日常。このキャンピングカーはそんな日常をどこまで支えてくれるのか、特に電力は持つのか。汗と知恵で組み上げたこの電源システムは本当に私たちの旅を自由にしてくれるのか。例えば旅先で一日中降り続く冷たい雨。そんな日、私たちは車内にこもり、電力の限界を探る実験をしてみました。もちろんパソコン作業や動画の編集は当たり前。しかしそれだけでは終わらない。キッチンのオーブンをフル稼働させ、甘い香りを車内に立ち込めさせる。そう、まさかキャンピングカーの中であんなことをするなんて、作り始めた当初は想像もしていませんでした。これはただの電力テストではない。このバスがどこまで家に近づけたかを試す挑戦でもあります。これまでの DIY の答え合わせが今始まります。私たちの挑戦の一つの集大成、ぜひ最後までご覧ください。はい、旅に出て数日が経ちました。毎日のルーティンとしてはですね、こんな感じでね、朝食を作って食べるようにしています。今朝もこうやって目玉焼きを焼きながら、そしてオーブンではパンを焼きながら、どんどん電気を使ってますけど、まだ 73%。余裕やね。コンピューターもで、コンピューターもこうやって使ってます。このコンピューターは動画編集用なのでめちゃめちゃ電気食います。昼はね、旅に出ていると現地の有名なものを食べたいということで外食することが多いです。これがこのお店の有名なオリエンタルライスとエスカロップ。そして夕食はだいたい昼間いろいろ旅している中でですね、見つけた地元ならではの食材、そういうものを利用して晩ご飯を作るようにしてたんですけど、この日はたまたまですね、そんなに珍しいものはなかったんですが、地元の野菜と地元のお肉、地元のキノコを使ってミルクシチューですねを作ることにしました。通常ではだいたい1日に蓄えた電力をこの夕食を作るところから消費が始まるんですね。夕食を作るときはこの IH とオーブン、マイクロウェーブ、電子レンジですねを使うことがほぼほぼなんですが、だいたい電力消費が 10% から 15% といったところです。
そして夜寝てる間に電気を消費するのが冷蔵庫と給湯器、あとはシステムの自己消費ということになります。シャワーを使うとね、給湯器の消費電力がどれぐらいあるのか検証してみたいところなんですが、シャワールームの方がまだできてないので、これは持ち越したいと思います。パンが焼き上がりました。こんな感じです。レーズンが入ったパンでございます。はい、こんな感じで夕食はだいたい毎日社内で作ってましたね。もちろんね、お惣菜を買ってきただけっていう日やお弁当だけっていう日もありましたけども、ちょっと美味しいところだけお見せしますね。これだけ焼いたり煮込んだりする料理を頻繁に作ってみたんですが、バッテリーの残りの電力が一番少なくなる時間帯、朝の朝食を作り終えた時間なんですけども、この時間でだいたい 60%、 これを切ることっていうのがあまりなかったですね。そしてこの旅をスタートして1週間ちょっとが経った頃、ついにこんな日がやってきました。暴風雨で観光もできず、余儀なく停滞させられるという絶好の検証日和です。おはようございます。今日はですね、朝から大荒れ、台風並みのね風が吹くということで、山あいのね風のあまり吹きそうにないあたりに避難してきました。どこにも観光にも行けないので、急遽朝からスコーンを焼いてみたいと思います。そして電気の方が今朝起きたところ 12V 回路が 89%、 そして48V 系、こっちが主に 100V に使ってる方ね、これが 80% になってます。でそこからねオーブンを使ってスコーンを焼いていこうと思います。そしてスコーンの材料は小麦粉、砂糖、ヨーグルト、バター、それからベーキングパウダー、これぐらいでできる簡単なやつでいこうと思います。これやね、予熱180度スタート。電流が28アンペアぐらい食ってますね。あれからね13分ほど経ちました。だいぶいい匂いがしてきましたね。もうちょっと焼いた方が焼き色がついて美味しそうですね。その間に今日1日分のねコーヒーをポットに落としたいと思います。お湯沸かしとかなあかんね。そして今はねお湯これ沸かしながらオーブンも使って電流がねマイナス20、オーブンがもう一定の温度に達してるから大したことないですね。14アンペア。今日の朝ごはんは目玉焼きとコールスローとスコーンとヨーグルト、コーヒーです。ちょっとスコーンをいただいてみます。外はサクサク、美味しいわ。は
はい、お昼です。朝からね、パソコン作業をやってました。今、電力が残ってるのが 68% ね、48V 系。から 12V 系の方は 86% 残ってます。お水が 63%。排水の方が 14% ですね。そしてこの日のお昼は雨の中動きたくないので、駐車場の目の前にある駅の中の人気のレストランに行きますことにしました。この日は暴風雨の影響で鉄道は止まってたんですけど、レストランだけは空いていました。はい、そしてね、車のシャワーはまだ使えないのでね、近くの温泉にやってきました。そしてもっと電気を使うために近くのスーパーでね、とある食材を手に入れてきました。今日はね、雨と風がすごくてですね、どこも行けないので、朝スコーン焼いたんですけど、それに引き続いてチーズケーキを焼いてみます。Wild sounds become a rhythmic happy boom. Open in the oven door, a sweet aroma streams, spreading softly, filling wide a scent of happy dreams. The baking cake, a golden hope of future. オーブン予熱開始しました。ただいまの電力 76%、口 100V の方ね。口は 12V やからあんまり関係ないけど。電力の方はですね、先ほど温泉に行ってきました。それでね、往復約40分ぐらい走ったんですけども、 12V の方が 13%、 48V の方が 8% ほど回復してますね。電力は 74%。 どこまで行くんでしょうか。キャンピングカーでケーキを焼く。もうすぐ焼き上がるというところまで飛ばしました。来てます。そしてただいまの電力がこんな感じ、 64%。 まだ今日はね、晩ご飯も作らなきゃいけないんでね、電力が明日まで持つのかな。ベイクドチーズケーキ焼き上がりました。ご飯の後のデザートにいただきたいと思います。キャベツ、玉ねぎ、ピーマン。野菜もだいぶね、火が通ってきたので、ちゃんちゃん焼きのタレ入れたいと思います。お惣菜のご飯チンします。今ね、 IH と電子レンジと同時使用で49アンペア使ってます。じゃあちゃんちゃん焼きをちょっといただいてみますね。これはうまいわ。味噌やもんね。はい、チーズケーキ1個ね、今から食べたいと思います。はい、めちゃめちゃ美味しい。うまっ。ただいま、人気も眠りから覚めあらぬ午前4時10分。42%。全然余裕でしたね。今からね、お茶を飲もうと思っています。はい。お湯を沸かしてね、紅茶を入れました。
電力 42% あるということで、ちょっと寒いので床暖房を入れちゃいましょう。床暖房が入ってもマイナス 3. 何アンペア知れとんな。朝ね、起きてから2時間ぐらい床暖房を入れてパソコン作業してました。で、床はポカポカで気持ちいい快適な温度になってます。で、電力の方が今 34%。約3分の2を使ったことになりますね。昨日一日ずっと暴風雨で車内にこもってパソコン作業したり、スコーンを焼いてみたり、チーズケーキを焼いてみたり、電力を思いっきり使ってこんな感じです。十分持ちましたね。今日はね、この通りもうめちゃめちゃ晴れてます。今日はこれでソーラーパネルから電力が供給されるんで、それと今日はねだいぶ走ると思うんでね、走行充電の方もあるんで、電力の方がね戻るんじゃないかと思っております。そしたら朝ごはん出来上がりましたって言うて、今日はコーヒー沸かしただけやね。バナナと、それからコールスロー、それから昨日焼いたチーズケーキ。電力が今お湯沸かしたりしてね、31% まで減りました。朝ごはんも終わってね、今から出発するというところなんですけど、ついに電力 20% 台まで行きました。初やね。今までのいろいろ制作途中の実験を含めて 20% 台まで落ちたのは初でございます。はい、じゃあもう出発するんで床暖房を切ります。あれ？長押しじゃなかったのか。あ、これ一旦タッチして画面が明るくなってから長押しやね。この 48V 系、主に 100V で使ってるんですけど、っていうかもう 100V だけに使ってんのかな。今これマイナス 11.3 アンペア流れてますけど、これは多分給湯器が作動してるものと思われます。あと冷蔵庫もね24時間動いてるんで、その分はね電力消費します。で、あとこっちはね 12V 系 USB 電源とか照明やポンプ、それからこの辺の計器類がね、あと FF ヒーターとかね、水のポンプね、これね、これとかは全部 12V で動いてます。 12V の方はねほぼ減らないですね。さあ、そしたらね出発して、今日は晴れてるんで太陽光の方も、ただね夜中までの暴風雨で落ち葉とかね、あの辺が太陽光パネルの上にくっついてるんじゃないかと思うんですけど、脚立がないんでね見えないんですよね。こんな時のために脚立を用意しとった方が良かったのかもしれません。はい、それでは出発したいと思います。今何時？4時過ぎになりました。で、今日はねあちこち観光して何キロぐらい走ったかな、180キロぐらいかな、200キロは行ってないと思います。それぐらい走って、午前中ね結構北の方曇ってたんですよね。太陽光の発電量が少なくてどうかなと思ってたんですけど、できてから晴れで太陽光からの充電も走行充電も両方うまいこと入ってね、今現在 91% まで回復しております。今朝はね 29% やったかな。曇ってて走らへんかったら心配な量ででもまあ今日は何時間か走行して、で太陽も結構出てたんでね、ここまで回復しました。あ、こっちの 12V の方は 100% でしょ多分。
ね。今日は午前中朝一は晴れてたんですけど、その後ずっと曇ってたんですね。それがなければね、もう 100% まで回復してるんじゃないかと思いますけど、ね、だいたい 91% まで回復してるんでね、今夜はね、もう全く心配はいらないと思います。というわけでね、今回は旅の途中でね、暴風雨に見舞われて停滞を余儀なくされた日に電力を気にせず使ったらどうなるのかっていう検証をやってみました。この電力システムの製作については、このキャンピングカーを作ってる動画の中にソーラーパネルの回やバッテリーの回やシステム構築の回などそれぞれ動画がありますので、ぜひ見ていただけたらと思います。そしてね、今回の旅や料理の様子はサブチャンネルの方にアップしていきますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。